こんにちは。ザマトレの友和です。今日紹介するのはこちら。可変式ダンベルフレックスベル。こちら2キロ刻みの32キロモデルとなっております。やはり家トレではこの可変式ダンベル、皆さん悩まれるんじゃないかなと思います。今日はこの可変式ダンベル調べていきたいと思います。はい、それではまずこのサイズ感の方から見ていきたいと思います。やはり置き場所をね、皆さん考えます。まずこの幅から言いましょう。ここのダンベルの置く台の幅が一番出てるんで測ってみたいと思います。これが76センチあります。ちなみに足の方が75センチぐらいなんで、1センチぐらい出てるかなって感じです。手前側見ていきたいと思います。はい。55センチ。そして奥行き。ちょっと斜めになりますが、57センチあります。高さ。76センチですね。はい。これ壁にギリギリに置いても、このダンベルを置く台の方が出ているんで、ギリギリまで寄せられると思います。それでもダンベルの方は干渉しないんで、狭いところになるべく置きたいっていうんであれば、目いっぱいまで寄せても大丈夫じゃないかなと思います。はい。ですね。今これ専用のフレックスベルの専用台の方に乗っかっています。これはH 型ってやつかな。I 型と H 型ってあるんですけど、これは H 型ってやつですね。体がね、ギリギリまでね、入ってこれるんで、かなり握りやすいんじゃないかなと思うタイプですね。これフレックスベルのこのダンベルだけでも購入できるんですけど、私思うに、この台はマストだと思います。やはり、このテーブルなんかがあってもいいんですけど、やはりね、テーブルで置いても体がね、入んないんですよね。軽い重量なら、こういうとこから持てるんですけどね。離れた位置から。でも、重たい重量になってくると、なかなかね、腕だけで持ち上がれないんで、なるべく体が入って、体の近くで持ち上げてあげたい。そういう風な感じがしますんでね。この台はマストだと思います。かなりね、しっかりしてるんで、もう乗っかってもね、壊れないようなね、しっかりした台となっております。これ今あるのが32キロモデルなんですけど、この上のモデルもあるんですよね。あと、これは2キロ刻みですけれども、4キロ刻み。ちょっと4キロ刻みと2キロ刻みで、このシャフトの太さが違うそうです。この2キロ刻みの方が、32パイですね。ここのね、太さがね、持つところの太さが。普通バーベルなんかっていうのはだいたい28ミリっていうのが多いと思うんですけど、2ミリほど太いというふうな感じです。4キロ刻みは、これがね、35パイになります。ここからまたさらに3ミリ大きいというふうな形になっておりますね。で、この32ミリっていうのがどんな感じかっていうと、もう、まず違和感ないですね。ほぼ。普段バーベルなんか持ってて28ミリ持ってますけれども、2ミリ、4ミリか。4ミリ違いますけれども、ほとんど違和感ないと思います。逆に太い分だけなんか握りやすいんじゃないかなと思いますね。プッシュ系の、上げる系のやつにしても太いんで少し負担が減ると思います。逆にプル系なんかでも、引くにしたって太いと握りやすいんでいいんじゃないかな。なんていうふうに思います。はい。それで、フレックスベルの特徴と言えるのが、1秒で重量が変えられる。これがね、一番の特徴かなっていうふうに思いますね。実際にちょっとやってみたいと思いますが、今そのアングルですと、ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、音だけでもね、分かると思うんですけど、これで、このカチカチカチでもう変えられます。ね。最初これ2キロなんですけどね。2キロ。
4キロ、6キロ、で、8キロ。もうね、一瞬で、本当に1秒かからないで、重量が変えられるんで、これいいですね。はい。で、スパッと、よっと、ね。はい。よし、よいしょ。ね、変えられます。はい。これが一番の特徴じゃないかなと思います。他にも可変式ダンベルを、考えている方だと、パワーブロックとか、あとボウフレックスなんていうのもありますけれども、まあ、速さで言えば、どうでしょうね。まあ、ボウフレックスも速いと思います。まあ、パワーブロックも横からピンを抜いたり刺したりするだけなんで、まあ、同じような速さかな。でもやっぱり一番、これが速いかな。なんていうふうに思いますね。はい。では、今度使い勝手の方を少し検証してみたいと思います。はい、今、これは6キロの重さになっております。見ての通り、平らなんですよね。はい。これがやっぱり膝の上に置くときに痛くないです。シャフトが出てるタイプですと、やっぱり膝の上に乗っけるときに痛いし、ちょっと少しずらして乗っかるなんていうと安定性悪いですよね。でも、この平らっていうのは、膝の上に乗っけても痛くない。これ素晴らしいですね。ただ、ちょっとですね、この角が若干立ってるんですよね。で、あと、こういうちょっと樹脂の、出っ張りっていうんですかね、引っかかる部分っていうのがあって、これが角が立ってるんで、こういうズボンならいいんですけど、ハーフパンツなんかの時ですと、ちょっとね、そんな痛くはないですけど、ちょっと跡がつくかななんていうふうに思います。はい。それと、かなり精密にできてるんですけれども、ここのところにはめ込むときに、うまくはめ込まないとはまらないっていうのが、ちょっとマイナスかなっていうふうに思いますね。慣れれば別にね、もう一瞬ではまるんですけど、慣れてないと、なかなか隙間がね、ぴったりなんで、ちょっと入りづらい。コツとしては、片側ちょっとぶつけてから入れてあげる。ぶつけて、斜めと入んないんで、ここでまっすぐになるようにして入れてあげる。軽い重量ならいいんですけど、これを例えば、20キロとか、ちょっと重たい重量になった時に、もうこう持ってくるだけでも、もういっぱいいっぱいの時ってありますよね。その時にちょっと、なかなか入んないっていうのはすごく辛いんで、ちょっとそこだけ注意が必要かなと思います。ね。片側当ててあげて、それから落としてあげると、入りやすい。そんな風な感じとなっております。はい。それから使い勝手の部分で、もう一つ、リストストラップ。結構プル系の種目の時には結構使うんじゃないかなと皆さん思います。このリストストラップを巻くときに、これ真ん中の芯棒を回して重量変わるんですけど、これ巻くときに、ちょっと握り込むっていうんですか？手と密着させるために握り込みますよね。その時に、ちょっとね、回してしまうっていうのが、ちょっとありますね。この握り込む時に、ギュッと回しちゃうんで、その時に重量が変わっちゃうみたいな。っていうのがちょっと注意しなくちゃいけないかなというふうに思いますね。はい。慣れれば負けると思います。また一回上げちゃってから、ちょっと握り込むというかね、ちょっとダンベルを回す感じで握り込むというふうにすると、固定がされるのかななんて思いますね。で、その時に今度また戻す時に、斜めだと入んないんで、必ずまっすぐにしないと入んないっていうのがあるから、ちょっと注意が必要かな。はい。はい。それでは、ディティールの方ですね、上から取っていきたいと思います。ここに数字2という数字があって、プラスマイナス、プラスマイナス。プラス側にこのグリップを回すと4ですね。6、8、10というふうに変わっていきます。マイナス側に回すと変わっていくと。で、今2キロが最低なんですけど、これ以上はもちろんマイナス方向には回りません。で、この数字カチカチと
なるんですけど、この中途半端なところで止めてしまうと、上げることができません。ロックかかってます。完全に数字が真ん中のところに来ないと上がってこないと。こういう安全装置がついております。はい。で、もちろん、これを上げた状態では、いくら回しても回ることはないです。要は、このプレートが外れないというふうになっておりますね。はい。で、これはめるときに、先ほどちょっと話したんですけど、ここの隙間がぴったりなんで、見てもらうと分かると思うんですけど、ほんとぴったりなんですよね。滑り込ませているのに、真上からいると、なかなかね、これ入んないんですよね。入りづらいんで、片側当ててから入れてあげる。そうするとスムーズに入ると思います。はい。で、この、まっすぐに入れないといけないんで、これ斜めだともちろん入れませんね。こういう状態になっちゃいますね。まっすぐに。ちょっとずれてるくらいでしたら、滑り込むようにして入るんですけど、もうこう斜めになっちゃうと、もう入りません。必ずまっすぐにして入れてあげるというふうなことです。はい。でちなみにあと、可変式ダンベルで心配なのが強度っていうんですかね。このガタとかどうなの？それなりにガタガタしますね。わかりますかね？音がね、ガタガタします。使ってる分には全然問題はないです。ただ、落としたりとか、どっかぶつけたりとか、そういうのをすると、ちょっと壊れるかもしれないですね。見るとわかると思うんですけど、こういうところね、樹脂になってるんですよ。エッジが立ってる樹脂なんで、ぶつけると、こういうところ変形とかすると、入らなくなっちゃうんじゃないかなと。噛み合わせが悪くなると思いますんで、注意しなくてはいけないんではないでしょうか。ただやっぱり、このフレックスベルさんね、ちゃんと補修部品も売っていて、プレート1枚から売っておりますので、万が一ぶつけて壊した場合には変えることができます。こういう状態で今、このプレートだけ外れますんでね。1枚単位で変えることができますので、安心して使っていただくことができると思います。はい。はい。フレックスベルのレビューいかがだったでしょうか？非常に素晴らしいダンベルだと私思います。この家トレなんかやる場合には、この場所を取らない、そして一瞬で可変ができるダンベル、すごく重宝するんじゃないかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。